今回は、エントリーウィジェットとテキストウィジェットについて説明します。画面に示すのは、ページで作成した GUI 画面となります。画面上部にはエントリーウィジェットと、その横にボタン。画面下部には、テキストウィジェットとその横にボタンを配置しています。エントリーで入力された文字は、追加ボタンを押すことによって、下のテキストに追加され、また出力ボタンはテキスト画面に表示された内容を CSV ファイルで出力される用コードを作成しました。このページのプロジェクトは、Create Python GUI と Create Support Module で Python コードとして出力し、このコードを修正します。ページで作成された Python コードがこちらになります。それでは、修正したコードを実行してみましょう。エントリーに文字を入力します。そして隣の追加ボタンを押してみましょう。すると、このようにエントリーで入力した文字列は、下のテキストに追加されます。続けて、他の文字も入力してみましょう。次に、こちらの出力ボタンを押してみます。すると、CSV ファイルとしてテキストの内容がローカルディスクに書き込まれました。メモ帳で開いて、内容を確認してみましょう。すると、このようにデータが書き込まれたことが確認できます。それでは、修正したプログラムを見てみましょう。最初に Create Python GUI で作成したプログラムを表示します。こちらがテキスト1ウィジェットの設定コードです。次に、こちらがエントリー1の設定コードとなります。そして、こちらがボタン2の設定コードです。ボタン2の設定に、この部分を追加しています。ここでは、Export Text to CSV 関数を追加し、テキストウィジェットの内容を出力する関数を呼び出しています。この関数は、サポートモジュールで定義しています。次はボタン1の設定ですが、ここでも addText to TextBox 関数の呼び出しを追加しています。この関数は、エントリーで入力された値をテキストウィジェットの最後に追加する関数の定義です。この関数もサポートモジュールで設定を行っています。次に、サポートモジュールについて見ていきましょう。最初はエントリーウィジェットの内容をテキストウィジェットに追加する関数、addText to TextBox 関数について説明します。この関数の引数は、エントリーウィジェットとテキストウィジェットになります。こちらはデバッグ用コードとなります。アンダーラインデバッグが true の時だけ実行されます。こちらは、エントリーウィジェットの内容を改行を付加して変数テキスト to add に代入をしています。次の行では、テキストウィジェットの最後に先ほどの変数テキスト to add を挿入しています。そして、最後に追加後にエントリー1のウィジェットをクリアする命令を記述しています。次は、テキストウィジェットの内容を CSV ファイルにエクスポートする関数。エクスポートテキスト to CSV 関数について説明します。最初の方は、バック用コードとなりますので説明を省略します。まずこちらでファイルパス変数に出力ファイルのパスを設定しています。そして、このファイルパスを用いて、書き込みモードで、ファイルを開いています。こちらのニューラインの部分は OS が異なった場合、開業コードの一貫性を保つため、このように設定を行っています。そして次の行でファイルに書き込みを行っています。書き込むデータテキストコンテントは、34行のように設定を行っています。ここではテキストウィジェットの1行目の0番目の文字列より最後までを先頭と最後にある空白を取り除いて取得する命令を書いています。